ということでですね、今日はワクワクの、ワンネスの科学へ向かってという感じで進めていきたいと思うんですけれども、いやこれはですね、私本当にワクワクしますよね。うん。この、まあ、例えば意識って言ってるものと、ものって言ってるもの。ね、これまでバラバラだっていうふうに言われてきていると思う。言われてきているというかですね、そういう認識が割とあると思うんですけれども、なのでですね、最初にですね、これまでの、地球の科学の、歴史っていうかですね、流れっていうのを振り返ってみたいと思います。科学のですね一番基本的な探求っていうのは、世界宇宙っていうのは何でできているんだろうっていうのが一番基本的な探求だと思うんですね。それがだから、こういうペンであってもこれなんでできてんだろうなっていうですね、そういうところから探求が始まってきてると思います。で分子っていうのをね発見したり、さらに原子で、あと原子で終わりかなと思ったら、いやちょっと待ってよと、なんか素粒子っていうものがあるぞと。で、あれ素粒子ってあれ粒子これと思ったらなんか波だぞみたいなんですね。それが、量子力学でもあると思うんですけど、あれこれ何でできてるんだろうっていうのがどんどんですね、変わっていっている感じですよね。方向としてはどんどん小さくなっていってる、感じだと思うんですけれども、なので一番最初の科学の探求っていうのは物ですよね。物の探求なんですね。世界ってのはなんか物でできてるよねみたいな。で物でできているところから、エネルギーの探求にね入っていくわけですよね。例えば電力とかいうのもエネルギーですし、熱エネルギーっていうのもエネルギーですし、重力にと、質量によってですね発生する、位置エネルギーっていうのもエネルギーっていうことですし、そういうところにも入ってきている。それからですね、現代になればなるほどこの情報っていうですねものがですね、探求の領域に入ってきてますよね。だからこのインターネット社会、IT の、ね、世界とかもね、これ、情報っていうものの、探求でもあると思いますし、どんどんその情報が増えてるっていうのはね、これも今のね文明ではすごく明らかな、ことだと思うので、そういうふうにですね、進んできていますよね。で先ほどお話ししましたその原子からさらに素粒子までいくと、これは実は単につぶつぶじゃなくて、波動でもあるぞっていうですねいうのが量子力学として言われていることですけれども、つぶつぶかと思ったら波動なんだと。この私の指でさえもなんか粒が集まっているのかなと思ったら、そう見える、そう見える、大きくですね見たらそう見えるけれども、あれでも実は本当は波動でもあるんだぞっていうですねいう側面があって、あれもこれはどうなっているんだっていうところに来てると思うんですね。はい、で科学っていうのはちゃんちゃん正解で終わりじゃないので、常にねある意味途中だと思うんですね。常に途中っていう常に進化するってね、ある時代に本当かなと思ったことがどんどん覆っていったっていうですね、それは、科学の歴史あるあるなので完成した体系じゃないんですよね。だからある意味では永遠に究極的に完成するっていうのはないんじゃないですかね。完成しないからこそ無限のですね
無限のワクワクがあると。完成したらじゃんじゃんでですね終わっちゃって面白くないということかなと思います。はい、ということでですね、さらにですね、科学の方向性っていうのはどんどん変わっていってですね、つまり宇宙は何でできているのかっていう問いなんですね。世界は何でできているんだろう、粒でできているのかな、あるいはだから情報でできているっていう科学者もいるわけですよね。うん、情報でできてるの、あれてか情報って何なのかなみたいな。実はね、情報って何なのかっていうのも、まだはっきりしてないんですよね、実は。うん、情報情報って言ってるけど、じゃあ情報って何なんだろうみたいなね。でも情報自体もなんかエネルギー持ってんのかなみたいな、こういう感じはしますよね。情報が増えれば増えるほどなんかエネルギーいるな。でもじゃあ具体的にどういうことみたいなところはねまだ分かってないんですよね。あるいはですね、もっとさらに、違う最近のですね新しい見方としてはですね、世界っていうのは関係でできているんじゃないかという、そういう科学もあるんですね。どんどん抽象的になっていくように聞こえるんですけど、関係でできているってものじゃないんです。関係でできているんじゃないかっていう、それはですね、複雑系、とか言ったりするんですけれども、関係でできているかもしれない。例えばそれっていうのが生命の謎と関係しているかもしれなくて、例えばこの私のこのボディっていうのがある時に、もし仮に全く同じ原子構成でですねこういうものを作った時に本当に同じものができるのかなとかですね、そういう問いがあったりしますけれども、そう関係でできてるかもしれないっていう見方もあって、これはすごく面白い見方だなというふうに思います。だから最初多分世界ってのは多分なんか物でできてるんだよ。で物っていう時にそれは観測者ですね、見てる人はもう全く別。ペンはペン、I have a pen、 あれペンが出ない、はい、ペンはペンだし私とペンは関係ないっていうね、物でできているっていうところから、エネルギー論ですね、熱エネルギー、電力とかですね、あるいはでも情報で結びついてるかもしれないっていう話もあって、さらにその関係そのもので世界はできているかもしれないっていう見方もあるということです。はい、ということでですね、ちょっとね科学っていうテーマねあんまり、こういう形でコラボしたことないんですけど、ちょっと感想を聞いてみたいと思いますけど、じゃあお姉ちゃんのですね、お姉ちゃんジンコさんいかがでしょう。お姉ちゃんなんですかそうなんだ。いや、いつ意識に入るのかなと思ってワクワクして待ってるんですけどそれ感想ですからねだから本当にね、早くね意識に行ってほしいなって、なんか、すごくそれを、待ってますっていう私の感想いいですね。いいですか。本当に意識の世界に入っていきたいなっていう、全てはそこから始まっているっていう感じですかね。感想分かってないですけど、いやいい素晴らしい感想だと思います。本当ですか。いや本当にね、それって実はねやっぱ科学の世界でもすごいね革新的なテーマだと思うんですよね。すごい単純な感想に聞こえますけれども、意識とは何かっていうのを解明、してないんですよね、まだ現代科学っていうのはね。なんかすごく素朴な感想なんですけれども、そういう問いってねすごいやっぱ革新的なんですよね。意識
式って何なんだろうなってですね、ことも、ワンネスの中ではこの、明確にしていけるというですね、夢を見てるってことですね、今我々はですね。はい、澤さんいかがでしょうか。はい若い時から本当に宇宙ってどうなって何でできてるのかなっていうのはものすごく興味があったので、それがなんかこの近頃解明されそうななんかワクワク感が出てきて、すごいなんか楽しみで、とか昔ちょっと前ですけど、意識も物質であるって物理学者が研究したっていうなんか論文があったんですけど、そうだよねってその時思ったんですけど、それがなんかどんどん進んでいって、意識、もうそれを解明できると思ったらすごくワクワクします。はい、ありがとうございます。そうですね、まずですね、明確に言えることは、これはね、もうこれはクリエーションじゃないと無理だと思うんですね。そうしたことを解明するっていうのは、これまでの科学でも一人の誰かが発見するってことはないと思うので、いろんな人の先人の知恵を得たり、あるいは自分自身がインスピレーションを受け取る、それもコクリエーション、一緒に作るっていうことだと思いますし、単純な話ですが、協力すればするほどいろんな英知が集まるわけじゃないですか。知恵がどっかで固まってたらバラバラなままじゃないですか。だからこのコラボレーション、コクリエーションするっていうことが、明らかに大事だっていうのは明らかだと思うんですよね。なのではですね、ここからはですね、これが科学的にそうだっていう話ではなくてですね、私たちがこのワクワクのイマジネーションをですね使って、宇宙ってなんでできてるんだろうなとか、あるいは仁子さんが、今言われたように、あれ意識ってじゃあ結局何なんだろうなってですね、物質できてるのか物質できてないのか何なんだろうなっていうですね、それについて、ワクワクのコラボレーションをしていきたいと思うんですけれども、じゃあですね、仁子さんは、すごい意識に入っていきたいっていうですね、の世界に入っていきたいって言ってたんですけれども、それをですね、一緒に楽しみながら進めていけるといいと思うんですけど、その前にですね、本来科学っていうのは何がじゃあ科学かって言ったら、客観性と再現性があるものですよね。それ科学って言ってると思います。だから一人の人だけが言ってるだけだと科学にならないよねと。だから他の人が見てもそうだよねって言えるのが科学になっていくし、一回まぐれでなるだけじゃなくて、再現できるというですねことが科学っていうことになると思います。でもそれは小さなところから始まっていくかもしれないですね。